回は新作大量レビューということで、この夏、そしてもうね秋コスメもだんだん発売されてくるよっていうことで、注目のアイテムとかを使ってこんな感じでフルメイク仕上げてみました。ということでどうぞ。スキンケアから今回はやっていきます。じゃーん、こちらファミュからブルーミングローズラインが誕生しました。ローズミルキーエッセンス化粧液使っていきます。こちらがですね、もうちょっと若干混ざっちゃってるんですけど、2層になってるような化粧水になってて、振ってから使うアイテムです。これねすごいミルキーな感じなんですけど、みずみずしさもあってすごく使いやすい化粧水になってます。ローズウォーターっていう、ローズのねエキスとプラスで植物性保湿成分のクリーム層の2層に分かれていて、1回のせで十分保湿を感じるなっていうぐらい保湿力を感じるような化粧水に仕上がってます。これねすごいね好きです。意外と朝使っても大丈夫。こちら同じくファミュのローズバウンシーセラム美容液です。これもまたねみずみずしくてふっくらもっちり仕上げてくれます。なんかプランピング美容液っていう名前もついてるぐらい、かなりねのせると張りが出るようなそんな美容液になってて、結構この美容液私推しですね。ファミュの発表会に行った時に化粧水推しですっていう方が多かった印象なんですけど、私的にこの美容液が一番使った時におーってね感動したアイテムです。この化粧水の流れでいくとかなり美容液もこっくりめなのかなと思いきや、意外とこのセラムに関してはなんか混合肌でもすごく使いやすそうなみずみずしいテクスチャーで、もちろん保湿感も感じるんですけど張りの方が感じるので、割と幅広い方に使いやすいようなセラムになってますね。価格帯もね今までのファミュと比べて比較的リーズナブルで買いやすい価格に設定してくれているので、毎日使いやすいラインを作るっていうので今回このラインを生み出してくれたみたいで、最後こちらローズウォータースリーピングマスクです。これもねもともと結構限定で毎年スリーピングマスク発売されてて、私も愛用してたんですけど今回から定番になったっていうことで嬉しいアイテムです。ファミュのねスリーピングマスクは全然朝使っても大丈夫なぐらい水分クリームっぽいテクスチャーで、なので私はすごい朝も夜も使いやすくてもともと気に入ってたんですけど、嬉しい定番になってくれて、このねファミュのね優しいローズの香りも好きなんですよね。なんかそんなに香りもしつこくないので、香りついてるの苦手な方でも比較的使いやすいと思います。ふっくら仕上がりました。いいよね。こちら使っていきます。ナチュラグラッセから日焼け止めスティックが発売されました。こんな感じのスティックタイプでマーブル模様になってる可愛い、持ち運びにも便利そうな日焼け止めです。 SPF50 プラス PA3 プラスの日焼け止めなんですけど、ちょっとトーンアップとかもしてくれてツヤ感とかも叶えてくれるような多機能スティックタイプの日焼け止めになってます。確かに結構トーンアップも感じますね。結構グリグリポイントにのせたので割と分かりやすくトーンアップしてるかなと思うんですけど、全体になじませてあげればそんなトーンアップしすぎて白浮きしそうだなっていう感じでもないかなっていう、程よく使いやすい日焼け止めスティックになってます。ちょっと私ナチュラグラッセのねこの日焼け止めもすごい好きなので楽しみにしてました。使っていきます。ツヤもね出そうなので良さそうですね。こんな感じでのせやすい。いかがですか？こんな感じで手で伸ばしていきます。なんかバームなんですけどそんなベタベタしてなくて手でも伸ばしやすいです。良さそうですね。ナチュラグラッセのね下地すごい好きなんですよね。触り心地とか伸び広がり方とかも好きです。かなり良いかも。メイクの上からとかハイライターとしてのせてあげてもね日焼け止め効果もなおさらアップするしおすすめだそうですよ。なんかトーンアップ加減もちょうどよくてすごくテクスチャー私これ好きです。そんなにカバー力はすごい高いわけじゃないんですけど自然なツヤの仕上がりなので、光で毛穴とかも少し飛ばしてくれてるようなそんな感じがします。
はい、そしたらですね、こちらスティックタイプのファンデーションも発売されたので、こちらで仕上げていきます。 UV スティックファンデーションということで、このスティックファンデーションにも SPF50 プラス PA4 プラスが入ってるそう。3プラスだったから、なんならマーブルの方よりもこっちのファンデーションの方が PA 値も高いですね。まずじゃあ顔の中心あたりにこの1番を乗っけて、ちょっとシェーディングっぽくしたいところに2番乗せるか、自然な陰影をシェーディング的な感じで作っていこうと思います。今日ちょっと太陽が出たり入ったりする日でごめんなさい。伸ばしていきます。なんかめちゃくちゃ良さそうなんだけど、すでにカバー力が高いですね。これちょっと私すごい好きかも。今回スポンジで伸ばしてるんですけど、指でも伸ばしやすそうなクリーミーな仕上がり。なんかめちゃくちゃいいんだけど、さっきのマーブルの日焼け止めは限定アイテムなんですが、このファンデーションは定番で発売してくれてるので焦らず買えますね。ファンデーションレスの方とかにもちょっと挑戦しやすいファンデーションなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃお肌綺麗になりました。すごくない？崩れにくいという噂もあるので楽しみですね。皆さんこんばんは。はい、もうイベントから帰ってきて結構数時間も経ってて8時ぐらいなんですけど、ちょっとニキビ触っちゃったからさ赤くなっちゃってるんですけど、それ以外本当にパウダーでお直しもしてないのにめちゃくちゃ綺麗なんですよ、お肌が。頬のあたりとかめっちゃ綺麗。ちょっとあまりにもファンデーションが綺麗だったから追加で撮影してみました。はい戻ります。ちょっと風で鼻水がもうさ、鼻を噛みすぎて鼻周りが乾燥してますよ私。コンシーラーは新しいものないんですけど、こちらちょっと前に発売されたナチュラルグラッセコンシーラーパレット02番でコンシーラー使っていきます。こっちのオレンジの方で青グマちゃんを隠してみようかな。でベージュの方で口角のくすみとか、あとニキビもね、ニキビってほどじゃないんだけどちっちゃい肌荒れがポツポツあります。よし、こんな感じかな。したらまたスポンジで、よし、めっちゃ綺麗になりました。パウダーこちらじゃん。ナーズからめっちゃ素敵なマーブルが出ました。ライトリフレクティングプリズマティックパウダーの04852番です。なんかパステルカラーだし、ちょっとパールも入ってるようなツヤ感のあるパウダーですね。顔全体にのせていきます。もう夏はね、ナーズのパウダー必須じゃないですか。本当にこれ大好き。本当に大好き。もう何個底見えさせてきたことでしょうっていう感じで、パールもね入ってるんですけど、お肌にのせてもそんなにお肌の上が自然にギラギラになるっていう感じはないので、あと色もねそんなめっちゃがっつりつくっていう感じじゃないので、見た目はね結構ねツヤ肌なのに触るとサランサランなのが本当にマジックのような感じで、もう首のあたりとかまで私はもう塗っちゃいます。オーロラのようなね透明感が出るようなパウダーっていうことで、結構パステルカラーだからどうなんだろう、使いやすいのかなと思ってたんですけど、想像以上に馴染みやすかったです。したら次、ちょっとまだ発売が8月なので少し先なんですけど、こちらナーズから新しい新色のブラッシュが登場します。7色も加わります。ラメが入ってるのもあればマットのもあったりとか、色も柔軟にいろんな色を出してくれているんですけど、ナーズブラッシュ N の5042番、上から重ねることで補正してくれるようなそんな役割のチークカラーになってます。マットアイボリーカラーになっているので、どんなチークの上にのせてもこうふんわりさせてくれて使いやすくしてくれるようなアイテムですね。結構ナーズのチークは発色がいいもの多いので、こういうのと組み合わせるとより使いやすくて、なおかつ毛穴もねよりカバーできるかなと思います。でもう一色ね、これもすごくね新しくて可愛いなと思ったんですが、こちら
ナーズブラッシュの5031番です。これさ、ラメすごい可愛いの分かりますかね。じゃん、キラキラ。ちょっと白みも入ってるような、より肌に溶け込みやすくなったカラーになってて、オーガズムカラーって結構ゴールドがかなりきつめだったかなと思うんですけど、ちょっとギラギラしすぎかなって思ったことある方にはこっちの方が馴染みやすくておすすめかなと思います。私はどっちも好きなんですけど、今日はこっちを使っていきます。なんか紫っぽく見えたんですけど、意外とのせると馴染みますので、イエベの私でも使いやすいです。可愛いんですよ、これがまた。これもなんか重ねチークとしてもすごく良さそうな透明感アップカラーですね。わかります？このすごいお肌綺麗に見える、磨けが磨くほどっていう感じのチークですね。はい、こんな感じです。これほんと重ねても可愛いですよね。眉毛やっていくんですが、めちゃくちゃ新しいねアイテム登場しました。最高なアイテム、じゃーん、シュウイムラからニードルブロウが発売されます。こちらなんと 0.98 ミリのアイブロウペンシルっていうことで出してみました。こんな感じです。めっちゃ描きやすいのもう見てわかりますよね。これは嬉しすぎる。私はじゃあシールブラウンにしようかな。こっち側描いていきます。隙間を埋めたりとか細かい部分を調節するのにおすすめだそうです。本当に描きやすい。端っこの方とかこれ全然力入れてないんですけど、丁寧にかけます。はい、こんな感じです。ビフォーアフター、超かきやすいです。で、逆側にもねモケモケがついてくれているので、ジャキーン、これでちょっとこうぼかして毛並みを整えてあげて、待って、めっちゃ描きやすい。やっぱシュウエムラってアイブロウが優秀すぎるんですよね。アイブロウパウダーも私大好きなんですけど、これもめちゃくちゃ綺麗に描けます。で、大人気のハードフォーミュラーですね、鉛筆タイプの方、こちらも新色がこんなに登場してくれました。もともと5色展開だったんですけど、プラス6色仲間入りしてくれました。はい、こんな感じです。意外とこのアッシュグレーが私的にいいカラーだなと思いました。パッケージ見るとちょっとかなり鮮やかなグレーに見えたんですけど、出してみるとやっぱ馴染みやすいグレーでいいですね。チェスナットブラウンが合うかなと思ったので、今日の髪色にはちょっとこれでこっち側仕上げてみます。でもこっちもやっぱ綺麗に描けますね。ただこれはモケモケがついてないので、描き終わったらなんか別のモケモケブラシで整えた方がいいかも。はい、こんな感じで仕上がりました。いかがでしょうか。今の髪色にはちょっと今ねオレンジ味も感じるような色にしてるので、もしかしたらこっちの方が色味的には合ってるけど、でもなんか眉毛の地黒っぽさはこっちの方が合ってるかな。はい、続きましてがハイライトを入れていきます。ナーズから発売されるライトリフレクティングルミナイジングパウダーです。こちら大人気のねライトリフレクティングシリーズから待望のハイライトが登場しました。マジで嬉しい。ライトリフレクティングシリーズはライトリフレクティングコンプレックスっていうのを配合してくれていて、それによってね小じわだったりとか毛穴とかをぼかしてくれて、自然なツヤ感とか健康的な美みたいなものを演出するのが本当に得意なねこのシリーズなんですよ。そこからハイライトっていうことで、私このシリーズのファンデーションとかも大好きなので本当に嬉しいです。発表会でも使ったんですけど、マジで綺麗。がっつりのせたからよりすごい発光してるんですけど、かなりツヤツヤ。このカラーは03960番のシャンパンゴールドカラーなんですけど、ちょいピンク味を感じるようなカラーをチョイスしてみました。ちなみに発表会でもこのカラーが一番人気だったそうで、ナーズらしいカラー、血色感も足されるようなナーズらしいハイライトが一番人気になっていたようです。のせていきます。綺麗すぎるやばい。もうねここにナーズのチークがもうハイライターばりにいてくれるので、ちょっと頬はまあいいかな。顎とか結構でも本当に発色がいいので、そんなにがっつりつけすぎなくてもいいかな。唇の上とかにもかなりこんな感じで
ツヤマシマシです。美容液成分とパウダーのハイブリッドフォーミュラっていうことで、なんか表面触るとサラッとしてるんですけど、でもしっとりさも感じるような、で密着感がねすごい高くて、なんか粉々しくは全然ないです。でもなんかベタベタしてたりとか、しっとりプニッとみたいな感じでもなくて、なんかこうまた新しい質感っていうんですかね、美容液も感じるようなテクスチャーになってます。あと嬉しいのが汗水にもねすごい強いらしいので、夏のハイライトとしてもすごくいいんじゃないかなと思います。アイシャドウやっていきます。アイシャドウは今回シュウエムラで仕上げていきたいと思います。シュウのアイスカルプトに新しい新色が登場します。じゃん。4色追加されるんですが、今回はアイスカルプトのクールブラッシュ使っていきたいと思います。今回のねテーマが光で盛るヌードメイクっていうことで、新テクスチャーのアイスカルプティズムが入ってるそうですもうパール感通り越してビーム系ですね。こんな感じの4色です。ということで、まずマットのカラーから塗っていきます。なんかシュウのねこう自由に使っていいよみたいな雰囲気に私は惚れているので、あえてこう使い方、ホームページとかいろんなところにさ、シュウさんも使い方とかいろいろね組み合わせ方法を考えてくれているんですけど、あえて自分らしく思いのままにのせていきたいと思います。馴染みやすいカラーなんですけど、決して物足りなくはないピンクベージュですね。こんな感じで、もうこの色の時点でもだいぶ可愛いです。かなりこれも発色がいいので、ちょっと様子を見ながら。いやー可愛い。こんな感じでのせ具合によってそんなにこうきつい感じにもならずに使えそうですね。でものせる量を増やせばパーティーメイクにも使えそう。したら目の下にこの子、またメタリックな発色とはちょっと違う色で、発色の仕方というか光の出方が違うので、これは涙袋に使いやすいですね。じゃあここのカラー、この紫カラーですね、このカラーをでもうちょっとここのカラー目の下にも最後足します。優しく入れます。いいね。ちょっとこのパープル同じ色でもねちょっとね濃さを確認しながらちょっとずつ入れると失敗しにくいです。完成です。めっちゃいいメイクになった。はい、こんな感じで完成です。したらですね、こちら私が知らないうちにですね、なんとリキッドライナーがリニューアルしておりました。落ちにくくてテクニックいらずでブレずに描けるということで、アイライナーエトゥセめっちゃ色も好きだし描きやすくてもともと大好きなんですけど、より昔のリキッドライナーよりもちょっとこう重くなって、その重みがすごく描きやすくて安定するような重みなんですよね。容器の後ろ側に金属ウェイトを内蔵してくれてて、職人によりコシのある筆になったみたいです。こんな感じでめちゃくちゃ細いです。スッと描けます。もともとの方もこんな感じで描きやすかったんですけど、なんかこうやって見ると全然違うよね。ちょっと結構使ってるから薄くなってるのもあるんですけど、私は04番のブラウンカラーを愛用してます。他の色も買い足そうかな。はい、ちょっと横長にこんな感じでめちゃくちゃいいよね。で目の下はちょっと点って点置きで描いて、マスカラこちらマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダー使っていきます。 BR666 番です。新しいシリーズっていうことでクジャクロングっていうシリーズが出てたので、これは気になると思ってちょっと久しぶりにマジョ買ってみました。で使ってみたんですけど、かなり伸びますね。やっぱりちょっとさ鼻水が止まらなくて、今噛んじゃうと鼻のハイライトが取れちゃいそうだから噛めない。
まず上げていきます。マスカラ優秀ですよね。ただちょっともうね、松パして3週間ぐらい経ってて、さすがにもうまばらになってきたので、あっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、ご了承ください。やっぱ湿気があるからさすがに取れてきちゃうよね。なんか限定カラーも出てたんですけど、私はやっぱりブラウンかブラックが安定に使うのでブラウンにしてみた。ちょっと今までの魔女魔女のマスカラよりもコームがねちっちゃくなってて、それによってより小回りが効きやすくなったみたいですね。このカラーかわいい。これ何色？ブラウンかな。ただのアンバーブラウンだって。すごい伸びていくの分かりますか？どんどん伸びていくの。下まつげそんなに長いのっていうぐらい。ほら全然違くない？こんな感じでいかがでしょうか。こうロングにほんと特化してる感じなので、ちょっと今の気分にぴったりです。したら最後ですね、こちらじゃーん、トム・フォード。1月4日からスリムリップカラーシャインの新色が3色発売されます。私は手元に今2色あるのでレビューしていきますね。はい、まずこちらが158番です。これはもう滑らかで本当に塗り心地がいいな感じ。はい、続きましてこちらが159番です。比べてみると158番の方がちょっとこうディープなローズカラーな感じ。2色だとこんな感じです。159番こんな感じです。潤い成分もたっぷり配合されていて、本当にねしっとりしてて潤いに満ちたようなリップスティックっていう感じです。で高発色なのでピンクカラーとかでも全然物足りなくない使用感になってます。よし、ではこんな感じで完成したのでちょっと髪の毛整えて戻ってきたいと思います。バイバーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は秋のアイテムも若干入ってたかなと思うんですけど、ここ最近発売されたこれからされるアイテムをミックスしてこんな感じのメイクアップを仕上げてみました。やっぱ秋も近づいてきたので、より私が好きなねちょっとこうくすんでるカラーだったりとか、このシュエムラのねこうヌーディーな感じもそうなんですけど、そういう色がねまた続々と発売されてくるんじゃないかなと思います。ちょっとまだまだ紹介できてない秋のね超目玉商品たちまだまだあるので、ちょっと続々とねちょっと風邪ひいちゃってさ、ちょっとね全然撮れてなかったんですけど、また復活っていうことで撮影していこうと思っているので、よかったら楽しみに引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで今回はこんな感じで私の大注目の、この夏秋の新作を使ってルックを作ってみました。めちゃくちゃ好みのメイクに仕上がりました。今回紹介したアイテムどれもいいです。眉アイテムも本当にね描きやすかったし、あとベースアイテムもね結構今回はナチュラル系のベースに仕上がったかなと思うんですけど、スキンケアから始まりいろいろ紹介できて私もすごい楽しかったです。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしてます。また Instagram、Twitter、TikTok、レッドなどもやっているのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。